皆さん、こんにちは。日本語講師のゆりです。日本人と接していて意味はわかるのになぜそうなるのか理解できないと困ったことはありませんか？この5分ジャパニーズリスニングプラクティスでは言葉や行動の背景にある日本人にとっての当たり前や価値観を皆さんと一緒に紐解いていきます。今日は共通言語というキーワードから日本人の心を覗いてみましょう。今日もこの Z 世代コミュニケーション大全という本から面白いトピックを扱っていきますね。まず皆さんに質問をしたいんですが、皆さんの YouTube のタイムラインにはどんな動画が並んでいますか？私の視聴者さんには18歳くらいの Z 世代の方もいますが、日本で言われる彼らの特徴に趣味や関心のあることごとにコミュニケーションを使い分けるという点が挙げられていました。実は今の若い世代は私たちぐらいの年代、30代ぐらいの世代より上が持っていたみんなが知っているアニメとか全員がやっているゲーム、コンテンツとかそういう世代全体の共通言語がほとんどないと言われているみたいです。これはね、こっちの本だけじゃなくて、こっちでも書かれていました。今日はそんな細分化された世界で生きる Z 世代のコミュニケーションについてお話をしたいと思います。本では Z 世代の特徴として波風を立てないことが挙げられていました。波風を立てるというのが穏やかな状態のところに揉め事や騒ぎを起こすことを意味するので、その逆になります。自己主張をして周囲とぶつかるよりも仲間内だけで穏やかに過ごしたい、波風を立てずに過ごすとなります。私が特に面白いと思ったのが Z 世代はグループごとに考え方や価値観が違ってもそれをあんまり気にしないという点です。SNS が当たり前にある Z 世代にとって趣味の合う仲間とだけつながり続けるのは結構ね自然なことみたいですね。でもこれは私の世代からすると驚きでもあるんですよ。私が子供の頃はほとんどの人が同じゲーム、ポケモンとかをしてたり、同じテレビ番組を見てたんですよね。つまり世代の中に強い共通言語があったんですよね。共通言語があると、この人と会うかなって不安でも、まあとりあえずその話題をしとけば会話が始められるっていうのがあったんですよね。誰とでも浅くつながるための土台みたいなのは、あったかなと思います。でも今はコンテンツが細かく分かれすぎていて、隣にいる人がね、何に興味を持っているのか、もうね、最初から分からないんですよね。だから Z 世代は分かり合えそうな人とだけつながるっていう無理のないコミュニケーションを選んでるらしいですね。本当かな？みんなの国の Z 世代も同じでしょうか？心理学ではこういう安心できるつながりをソーシャルサポートと呼んだりします。簡単に言うと自分は一人じゃないと感じられる居場所のことですね。ただ一方でこれは見逃せない危うさもあると私は思っていて、共通言語がない社会では居場所を作れない人が簡単に孤立しちゃうんじゃないかなというところですね。どうなんだろう。誰かにとっての安心できる小さな居場所は別の誰かにとっては入れない世界ですよね。仲間を見つけられた人にとっては優しい世界ですけど、見つけられなかった人にはとても厳しいですよね。最初から居場所に入れない、入れてもらえない、そんな世界になってきているような気がしています。ちょっと怖いなって思っています。今日は Z 世代の細分化されたコミュニティについて簡単にお話をしました。
皆さんの国では世代全員が知っているような共通のブームはまだありますか？それとも日本のようにバラバラになってきていますか？ぜひ皆さんの国の状況をコメントで教えてください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。